日本ならではの大衆文化、銭湯。ずっとそこにあってほしいものではあるものの、年々その数は減少しています。京都五条、かつて歓楽街として栄えた五条楽園に現在注目を集めている銭湯があります。サウナの梅湯です。こんにちは。はい、ありがとうございます。どうぞ。今から6年前、24歳の若さで銭湯の経営を受け継いだのが今回の主人公、湊三次郎さんです。1日80人のお客さんが来れば上々と言われる銭湯の運営ですが、サウナの梅湯の場合は梅湯はめちゃくちゃ来てますね。平均で今250くらいですかね。一番多かったのが1日で550人くらい入った日はありましたね。赤字続きで廃業寸前だった梅湯を見事軌道に乗せた湊さん。現在運営に携わる銭湯の数はなんと7軒。銭湯の火を消さないよう孤軍奮闘の活躍を見せているのです。ここで自分が踏ん張らないと、ほっといたら銭湯が、日本からなくなるだろうっていう。本当にもうお風呂入んなきゃ銭湯の良さなんて本当に分かんないんで。午前10時、浴室などの掃除をすることから銭湯の一日は始まります。こういうお客さんが使う場所はもう絶対、洗いますね。カビとかぬめりとか絶対落ちる汚れはもう落としたいですよね。裸になって使う場所なんでなおさらですよね。大繁盛の秘密の一つが営業時間。午後2時から深夜まで、地元の人たちから観光客まで幅広い層のニーズに応えることができています。毎日、ほぼ毎日これ入って仕事に行ってた感じです。京都という土地柄、外国人のお客さんも。梅湯さんは私の一番のプロ。梅湯の銭湯としてのプライド、それは今では少なくなった薪で湯を沸かすタイプの銭湯であること。手間がかかり体力も使いますが、薪こそが体の芯まで温まる湯を沸かすことができる。湊さんはそう信じているのです。静岡出身の湊さんは京都の大学に進学。学生時代に銭湯の魅力に取りつかれました。銭湯サークルやったりとか、あと自分自身で日本全国の銭湯を回ったりとかしてました。生活臭がするというか、人間臭さみたいなものがあるのはいいなと思ってますね。大学卒業後、アパレルブランドに就職しますが、アルバイト先だったサウナの梅湯が廃業する話を聞き、1年で退社することに。2015年、24歳という若さで梅湯を受け継いだ湊さん。当時は朝から晩まで全ての業務を一人でこなしていましたが、最初の1年間は紆余曲折、挫折の連続でした。もう二度と戻りたくないですね。設備が壊れてってお金がかかるとか、お客さんのトラブルが勃発して対応しなきゃいけないとか、最初の1週間目から結局1年間ずっとロビーで寝泊まりしてたんで、病んでましたね。耳鳴りもすごかったし、すぐお腹痛くなるし。心も体も悲鳴を上げる中、それでも銭湯の運営を諦めなかった湊さん。その理由は。どの銭湯もそうなんですけど、やっぱり2、30代の層がごっそりいないので、その層に来てもらえれば、でその層に対して自分は一番アプローチできると思ってるんで、同じ若者として。銭湯をより利用しやすくするための工夫、一つ目はシャンプーやボディーソープを浴室に用意しました。手ぶらで来ても OK です。またレトロな感覚のジュースを豊富に揃えたところ、若い世代には逆に新鮮だったようで、口コミで話題に。はい、じゃあありがとうございます。
そして一番の工夫は番台の位置。もともとは脱衣所にありましたが、女性のお客さんが気になるだろうと玄関先に変更しました。するとこんな効果も。それまだ来てないです。ロビー式にすればお風呂上がった人とゆっくり喋れたりとかコミュニケーションが取れるので店の人とメリットがあるなと思ってますね。地道な取り組みが功を奏し、これまで銭湯に興味のなかった新規客の獲得に成功。経営は徐々に安定し、銭湯を愛する同志が1人増え2人増え、現在は30人以上のスタッフを雇えるようになりました。いいですよ。入ってほしい。2019年に経営を引き継いだ滋賀の石山にある陽気湯。運営は20代の女性藤内由紀奈さんに任せています。銭湯好きで学生の頃とかもよく行ってました。ゆくゆくは独立してやっていきたいなって思ってます。はい。独立 OK です。自分の役割はやっぱ銭湯を残していくってことなんで、そこに対してのその情報共有は一番しなきゃいけなくて、やっぱ僕も始める時に全然わからなかったですよね。やっぱりこの業界に入ってきて頑張りたいっていう人は長くやってもらうためにも、サポートしないとなっていう。銭湯文化を守り盛り上げようと奮闘する湊さん。さらに新たな試みに力を入れています。廃れゆく銭湯文化を盛り上げるべく活動を続ける湊三次郎さん。新しい取り組みの一つがグッズの制作。デザインはスタッフに任せています。もう自由にやってっていう感じですね。もう僕が口出しせずにもう勝手に考えて、もう何でも OK だからもうやってっていう感じで言ってるんで、自発性ってすごく大切だなと思ってるんで、自分たちが楽しいかどうかとかの方を重視した方がいいのかなと思ってますね。夜明け前の朝6時、いつもより早い時間に浴室の掃除に精を出す滋賀の陽気湯番頭の藤内さん。今日は朝風呂の日です。毎月第3第4日曜日は朝風呂をやってます。朝の8時から営業するというアイデアで、通常の営業時間では銭湯に来られない新規客の獲得に成功したのです。ありがとうございます。さらには地元で人気のパン屋さんとタッグを組んで、湯上がりに気軽にパンを買って帰れるようにしました。小麦とはい、どうぞくださいね。2019年に経営を受け継いだ京都の上京区にある源湯。その2階は湊さんのアイデアでテナント貸しすることにしました。まるで下宿生の部屋のように見えますが、もともと梅湯でスタッフをしてた人で秋吉っていうんですけど、多分京都でトップレベルにカオスな店なんですけど、もともとこうやっていろんなものを集めたりとか、文学とか文芸の知識がすごくて、なんかゆくゆく店やればいいじゃんっていう話をしてたんですけど、源湯やるってなって2回テナントにするっていう時に、もう真っ先に秋吉堂をやろうっていうふうに声かけて、本当に彼は僕の中でレジェンドで、梅湯2日目の日に風呂掃除手伝いたいっていうことで、助っ人第1号で梅湯と僕を支えてくれたレジェンドですね。賃料もらってます。ちゃんと滞納してますけど梅湯に関わった人とのつながりを大切にしている湊さん。定休日のこの日、あるリハーサルが。レトロな銭湯で記念写真を。銭湯を使った撮影会のリハーサルでした。何用の写真って感じですけどね。撮影担当は梅湯の元スタッフ、現在カメラマンのアシスタントとして修行中の山本みなみさんです。なんか帰ってきたなっていう感じですね。やっぱすごいありがたいというか、
今の仕事って全然違うものなんですけど、それがつながっていくっていうのがすごいいいことやなって、思いますね。うちのスタッフで来てる人で自分たちで考えて表現してたり実現していくっていう人は多いなと思いますね。なんか嬉しいですけどね、やっぱり僕としたら。この調子でどんどんスタッフも増やしながら辞めていく銭湯を営業していくっていう、もっともっと活動的に動いていかないといけないなと思ってますね。身も心も芯まで温まる銭湯。そこには人の輪があり、ぬくもりがある。銭湯愛あふれる仲間と共に、湊さんの挑戦はまだ火にくべられたばかりなのです。